小さな大脱走。僕は猫。茶色の毛皮はふわふわととても気持ちがいいんだ。僕には僕を愛してくれる家族がいる。みんな僕とは姿が違う。それでも僕の家族だ。僕は生まれてすぐにこの家にやってきた。最初は猫のお母さんと兄弟たちといつも一緒だったけど、気がついたらこの家にいた。目が覚めたらこの家にいたんだ。だから僕が猫のお母さんや兄弟と過ごしていたのが夢だったのかもしれない。もうそんなことどうでもいいくらいに僕は家族が大好きだ。この家のお母さんもお父さんも歩くときは足だけだ。僕のように足も手も全部使って歩くことはしない。僕のお兄ちゃんのさとしくんも足だけで歩く。お兄ちゃんにはお嫁さんがいて、やっぱり足だけで歩く。みんな僕のことをかわいいって撫でてくれる。僕は本当に幸せなんだ。眠るときはふかふかの布団で眠るし、寒ければお母さんの布団に潜る。お母さんは僕を抱いて寝てくれる。暑くなれば布団から出てクールダウン。そしてまた布団に戻る。何をしてもどんなことをしてもお母さんは怒らない。僕の優しいお母さんなんだ。ただ一つだけ不満がある。それはお母さんもお父さんもさとし兄ちゃんもお嫁さんもみんな自由に外に行くけど、僕だけは外に出られないこと。窓から見る外は空が青くて鳥が飛んでいて、時々猫がやってくる。だけど僕は外に出られない。お母さんは外には犬がいて怖い人間もいるからという。お父さんは外に出たら怪我をするかもしれないから家にいなさいって言う。さとし兄ちゃんは出たら帰ってこれないだろうからダメだと言う。お嫁さんは笑って撫でてくれるけど、やっぱり窓を開けてはくれない。だから僕は僕専用のキャットタワーに登って窓から外を眺めるしかないんだ。でも僕は思う。いつか僕が大きくなったらきっとこの窓から出て外をたくさん冒険するんだと。他の猫ともたくさん話をして友達を作るんだ。犬にも会ってみたい。お母さんが言うようにそんなに怖いものなのか、自分の目で確かめてみたい。本当は外の世界って素晴らしいんじゃないかなって思うんだ。僕の家族は心配ばかりしてるから、きっと僕が帰ってこれないって心配なだけなんだと思う。どうしてそう思うかって？それはね、窓から見ていると他の猫がやってきて僕にいろんな話をしてくれるからだよ。外の世界がどんなに素晴らしくて危険なんて全くないことをね。車なら気をつければいいだけだし、怖い人間には近寄らなければいいだけで、
犬はつながれているから何の心配もないってこと。それどころか外には花というものがあって木というものがあるんだ。季節によって空気が冷たくなったり暑く感じたりして雨という体を濡らす水が空から降ってくることもあるんだ。そういうのがあることを僕はテレビを見て知ってる。でもテレビの中のものは触れることができない。だからそういうのがあることは知っていてもそれ以上のことは知らない。木に爪を立てたらどんな感じがするのか、雨に濡れたらどんな気分なのか、花がどんな匂いがするのか、他の猫はそんなことも知らないなんてかわいそうだねと言うけど、どんなに知りたくても外に出してもらえないんだから仕方がないんだ。ところがある日、僕は大冒険に出かけることになった。それはサトシ兄ちゃんが外に出ようとして窓を開けていた時だった。いつもならすぐに閉まってしまう窓がいつまでも開いていることで僕はチャンスだと思った。今を逃したら僕は一生大冒険に出かけることなんてできないだろう。そこで僕は大脱走をすることにした。脱走して冒険をするんだ。大丈夫。冒険したら帰ってくるよ。危険なことなんて何もない。僕は自由を求めて走り出した。僕の背中からサトシ兄ちゃんの叫び声が聞こえたけど、振り向かなかった。ここで捕まったら僕の計画は終わっちゃう。だから振り向いたらダメなんだ。庭に飛び出すと垣根の隙間に頭を突っ込んだ。逃げるならその隙間が絶好のポイントだと以前から考えていたからね。思った通り、すんなりと通り抜けることができた。尻尾の先にサトシ兄ちゃんの手が触れたような気がしたけど、きっと僕の尻尾をつかんで引き戻そうとしたんだろうな。でも僕はサトシ兄ちゃんの魔の手から逃げ切ることができた。やったね。僕は自由を手に入れたんだ。垣根を抜けるとそこは道路だった。車こそ通っていないけど、庭とは違う感触が足の裏を刺激してくる。家の中だとふかふかのカーペットかつるつる滑る床だけだ。だからこの道路の感触はなんだか気持ちがよかった。僕は高い塀へとジャンプした。それはテレビで見ていた猫が歩く道のようなもので、僕にだってできると思っていたからだ。そして僕は難なく塀に登ることができた。テレビの中の猫のように僕は塀の上をゆっくりと歩き始めた。落ちないように気をつけながら。しばらく歩くと花がたくさん目に入った。僕の家の庭に咲いているのとは違う花だ。青い色や黄色の花は甘い匂いがした。人間の姿が見えてドキッとしたけど、僕の足は速い。捕まることなんてないんだ。また塀に登ると歩き始めた。すると僕と同じように窓の向こうから外を眺めている猫がいた。見るからにきれいな毛艶のいい女の子だ。首にはキラキラ光る首輪をつけていた。
僕は近づいて声をかけてみた。君は外には出ないの？すると女の子はちらっと僕を見て言った。外は危ないのよ。危なくないよ。おいでよ。一緒に散歩しよう。いいえ。私が出て行ったらこの家の人間が心配するからダメ。そうか。そうだね。僕は自分のことを思い出していた。いつも外を眺めながら外に出たいと思ってもお母さんやお父さん、さとし兄ちゃんやお嫁さんが心配するから外には出られない。そう思っていた自分だ。きっとみんな心配しているだろうな。この子が言うことは正しいんだ。でももう少しだけ冒険がしたい。僕はじゃあねお嬢さんと言うとまた歩き出した。よくお母さんが言っていた公園というところに出た。そこはテレビで見たことのあるジャングルジムや滑り台、ブランコがあった。公園の真ん中には大きな木があり、とっても気持ちよさそうだ。いつもは柱で爪研ぎをすると怒られる。爪研ぎは段ボールの板でしかやったらいけないんだ。時々誰もいない時に柱やクッション、カーペットで爪を研ぐけどやってはいけないことをするのはちょっと楽しい。でも柱だけは本気で怒られるからできなかった。今ならどこで爪研ぎをしても怒られないんだ。僕は大きな木に近づくと両手を木にかけた。木にめり込むような爪の感触は段ボールとは全く違った感覚がして研ぎ終わった時は心からすっきりした気持ちだった。爪を尖らせておくといつも爪切りでパチパチと切られるから尖らせる意味がないんだけど、ちょうど伸び始めていた僕の爪はきれいに研ぐことができた。これで誰かに襲われても反撃して逃げることができそうだ。僕はベンチの上を歩いてみた。木でできた椅子は家にある木の椅子とは違ってゴツゴツしていた。芝生の上も歩いてみた。ふわふわしてカーペットとは違う感触にワクワクした。じっと見てみると芝生の中にいろんな虫がいる。僕は友達になりたくてじっと見つめたけど、どうやら言葉が通じないらしい。それなら強行手段だ。僕は虫を口にくわえることにした。ところがパクンとやったら口の中で何かが刺さった。ものすごく痛くて涙が出たけど、痛いだけで済んで助かったよ。これがテレビでやっていたハッチというやつだったら僕は死んでいたのかもしれない。家の中を歩き回るゴキブリとはよく夜中に遊ぶけど、やつらは結構簡単にバラバラになっちゃうからあまり遊べないんだ。窓を開けているとハエが入ってきたりしてこれにも飛びかかるけど、ハエはすばしっこくて捕まえることができない。家の中の虫と同じつもりで口にくわえたら刺されるなんて思いもしなかった。でもものすごく楽しい。僕は口にくわえるのは危ないと知ったから、次からは手のひらで押さえることにした。ところが押さえようとするとどこかに行ってしまう。
これは面白い遊びを見つけたと思った。しばらく遊んでいると、なんだか赤っぽい色の長い生き物を見つけた。どうやらこれがミミズというやつらしい。これもテレビで見たんだけど、ミミズは刺されることもないから安心だろう。僕はしばらくミミズと遊んでいたけど、ミミズは土の中に潜ってしまった。もっと遊びたかったのに残念だな。公園はそれ以上の楽しいことがなかった。次はどこに行こうかと思っていたら、犬がやってきた。どうやら散歩らしく、綱につながれて人間と歩いていた。僕は笑った。だって僕はつながれてもいないし、とっても自由なんだから。それなのに大きな図体をしているくせに、犬はつながれて人間がその綱を持っているんだ。僕は犬に話しかけた。君は自由に歩きたいとは思わないの？ところが犬はうーとうなっただけだった。どうやら犬と猫では話ができないらしい。僕はじっと離れたところから犬を見ていたけど、犬は飼い主に引っ張られて公園から出て行った。なんだ、つまらない。さて、どうしようかと思っていたら、猫に出会った。毛皮はつやがなくて痩せている猫は僕を見ると話しかけてきた。お前、見ない顔だな。僕は大脱走をしてきたんだ。大脱走？家はどこなんだ？3丁目だよ。ここも3丁目だよ。たくさん歩いていろんな冒険をしてきたはずなのに、どうしたことかここも3丁目だとは。相手の猫はさらに聞いてきた。どの家だ？垣根のある家だよ。もしかして田中さんところの飼い猫か？飼い猫だって？失礼だな。僕はれっきとした家族だよ。家族？おめでたいな。なんだよ。本当に大事な家族を家の中に入れっぱなしにするかよ。その猫が言うには、人間は猫を家の中に押し込めて、自分たちが幸せでいられるようにしているだけだというんだ。僕はなんだか嫌な気持ちになった。俺は野良猫。飼い主なんていないし、人間の家族なんてものもない。全くの自由だよ。お前はどうだ？家族とは言われても、人間が出かけるときにどこかに連れて行ってもらえるのか？人間同士は出かけても、お前だけは留守番なんじゃないのか？確かにその通りだけど。でも、お母さんは僕を子供だって言うし、お父さんだって愛してくれてる。さとし兄ちゃんだって僕のためにおやつを買ってきてくれる。お嫁さんだって僕にかつぶしをくれる。それって家族だからじゃないの？さあね。でも自由じゃないことだけは本当だろ。確かに自由はないけど。僕はなんだか嫌な気持ちになった。僕の家族をバカにされているような、僕の幸せを否定されているような、そんな気分だ。家の中にいたらこんな嫌な気持ちになんてならなかったのに。家の中でのうのうと暮らしている坊ちゃんには野良の楽しさなんてわからないさ。そう言うと野良猫は僕の前からいなくなった。大脱走をして大冒険の最中だというのに、なんだか嫌な気持ちしか残らない。外の世界には
あんなことを平気で言うやつもいるのかと初めて知った。僕はなんだか疲れてしまって家に帰ろうかなって気持ちになった。そしてゆっくりと歩いていると知らない人間が近づいてきた。それは赤いスカートを履いた女の子だった。女の子は真っ赤なランドセルを背負っていた。猫ちゃん、かわいいね。かわいいと言われて僕は嬉しくなり女の子にすり寄った。もう外の世界の冒険よりも人間のもとに帰りたいと思い始めていたからかもしれない。人間ならきっと僕を大事にしてくれてたくさん撫でてくれる。そして家まで連れて行ってくれると思ったのだ。女の子は僕を抱き上げると歩き出した。ほら、やっぱり僕を家まで運んでくれるんだ。ところが女の子は僕の家には行かずに全く知らないところに僕を連れて行った。そこは僕の家よりもずっと小さな家だった。四角の建物で扉がたくさんある。庭なんてなくてドアの向こうには2つほどしか部屋がない。こんなに狭いところで僕はどうしたらいいんだろうと隅の方で小さくなっていると女の子の母親らしい人がやってきた。その顔は疲れ切っていて仕事から帰ってきたばかりのようだった。あやか、その猫は？落ちてたから拾ってきたの。落ちてただって？僕は散歩していただけだ。拾ってきたらダメでしょ。ここは猫なんて飼ったらいけないのよ。いや、あやちゃん、猫ちゃん欲しい。わがまま言わないの。捨ててきなさい。大泣きしだした女の子に母親は困った顔をしていたけど、僕だってこんな狭い家にはいたくない。外が暗くなりだした頃、猫のぬいぐるみを買ってあげるからという約束で僕を元の場所に戻すことに納得してくれた。女の子は僕を抱きしめてとても残念そうにしていたけど、僕としてはこれでやっと家に帰れるとほっとしていた。母親は公園まで来ると、ここにいたのね、と女の子に確認して、バイバイしなさいと言っていた。女の子はしぶしぶ僕にバイバイと言うと手を振ってくれた。一時はどうなるかと思ったけど、これであとは家に帰るだけだ。女の子が遠くへと姿を消すと、僕は家に帰ろうと来た道を思い出そうとした。ところが女の子の一見で自分がどっちの方角から来たのか、どっちに家があるのか全くわからなくなっていることに気がついた。家はどこだろう。何せ初めての大冒険なのだから、明るいうちに家に帰れば大丈夫だと思っていたのが、とんでもないアクシデントによってすべて頭から消えてなくなったような気がする。僕は途方に暮れた。これでは家に帰れない。お腹はすくし、不安になるしで、どうしたらいいのかわからないのだ。泣き叫んでも誰も助けになんて来てくれない。僕は公園のベンチの下に身を隠して明るくなるのを待つしかないと思っていた。するとどこからか聞き覚えのある声が聞こえてきた。どうやら僕の名前を呼んでいるような気がする。
耳をそば立てて聞いてみると、やはり間違いなかった。その声はどんどん近づいてきて、公園の入り口までやってきた。いないね。猫だもの、どこかに隠れているかもしれないじゃないの。さとし兄ちゃんが諦め出しているとき、お母さんがそう言った。その通り、僕はベンチの下に隠れていたわけだから、さすがお母さんはよくわかってるなって思った。僕は小さく泣いた。お母さん、僕はここだよ。という気持ちを込めて、僕の小さな声がさとし兄ちゃんの耳に入ったらしく、母さん、声が聞こえた。と叫んだ。お母さんは、どこ？と叫ぶと公園の中に入ってきた。僕はベンチの下から顔を出し、お母さんとさとし兄ちゃんの姿を見つけると走り寄った。ああ、よかった。帰ってこないから心配したのよ。お母さんは僕を抱き上げると頬ずりして僕を抱きしめてくれた。僕の大脱走の大冒険はお母さんとさとし兄ちゃんが迎えに来てくれたことで終わりを告げた。家に帰るとお父さんが帰ってきていた。脱走した僕を抱き上げると、心配させるなよと言いながら撫でてくれた。本当に事故に遭わなくてよかったわ。まったくすばしっこいんだから。そう言いながらみんな安心したように僕を代わる代わる抱っこしてくれた。お嫁さんは僕のためにおいしいご飯を用意して待ってくれていた。僕は野良猫の言葉を思い出していた。家族、おめでたいな。本当に大事な家族を家の中に入れっぱなしにするかよ。今ならはっきりと胸を張って言える。家の外に出してくれないのは本気で僕のことを愛してくれているからだよ。僕は野良猫にそう言ってやるために次の大脱走を計画しようと思い始めていた。